朝鮮労働党中央委員会先導部、キム・ヨジョン副部長が30日、次のような談話を出しました。私は軍事境界線の向こう側の南朝鮮に響く雑多なニュースに接するたびに、我知らず、唖然となることをどうしようもない。分けても南朝鮮当局者が人前で直接マイクを手に私たちのことを言うときがなおさらそうだ。26日、政界守護の日の記念式なるものでの南朝鮮当局者の記念の辞はまたもや私たちを驚かせた。この日、先日の私たちの新型戦術誘導弾のテスト発射についてこう力説した。私は北のこの度のミサイル発射に国民の皆さんが強い懸念を覚えていることをよく知っています。今は南、北、米皆が対話を続けるために努力すべき時です。対話の雰囲気にハードルを作ることは決して好ましくありません。私たちの堂々たる自主権に属する国防力強化の措置が南朝鮮人民の懸念及び対話の雰囲気を続けようと努力するときにハードルを作ったということだ。実に厚顔無知の極みだと言えよう。今も私たちは忘れずにいる。2020年7月23日、南朝鮮当局者が国防科学研究所を訪れていったことを思い起こすがよい。巨大なミサイルの異様、海上目標を寸分の狂いもなく正確に打撃するシーンを見て胸が熱くなりました。世界最高水準の正確度と強力な破壊力を持つ最先端の戦略兵器を見て実に心強いんです。今や、朝鮮半島の平和を守るに十分な射程と世界最大水準の弾頭重量を持つ弾道ミサイルの開発に至りました。先日の記念の辞とはあまりにも対照的な矛盾的な演説でないか。北と南の同じ国防科学研究所で行った弾道ミサイルのテスト発射について、自分たちのやったことは朝鮮半島の平和と対話のためのもので、私たちがやったのは南朝鮮人民の懸念及び対話の雰囲気にハードルを作る、決して好ましくないことだと言ったのだから、その厚顔無知さに驚愕を禁じ得ない。初歩的な論理も対面も失っている。このように非論理的で厚顔無知な振る舞いは、私たちの自衛権を国連決議の違反、国際社会に対する脅威だと罵倒するアメリカの強盗の主張そっくりのものだ。アメリカ産オウムと言われても返す言葉がないだろう。自家同着というか、それとも自情自爆というか、世界が自分をどう見なすか、たまには考えてみるのがよかろう。